こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、五島列島上五島の旅をお届けいたします。知られざる絶景とグルメに感動が止まらず、ぜひ皆様に足を運んでほしい、まさにこれぞ大人の穴場旅行先でした。ぜひ大画面で何度もゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。長崎県の西方、五島列島の北部に位置する上五島エリアは、新上五島町を中心とした島々で成り立ち、人口はおよそ1万7000人、大小様々な島々に美しい海と山、そして信仰の歴史が息づく心癒される場所です。代表的な島には、中通島、若松島、奈良尾島、頭ヶ島などがあります。上五島の歴史は深く、遣唐使の時代から東アジアの交流の中継地とされてきました。特に江戸時代にはキリスト教が禁じられた中で信仰を守り抜いた潜伏キリシタンたちの足跡が色濃く残され、現在も頭ヶ島天主堂などの教会群が点在。2018年には長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として世界文化遺産に登録され、静かなる祈りの島として世界から注目を集めています。グルメでは新鮮な海の幸が魅力、五島の刺身や海鮮丼はもちろん、島特産の五島うどんも外せません。上五島の焼酎やかんころ餅といった郷土の味も旅の楽しみの一つ。アクセスは長崎港や佐世保港からのフェリー、高速船で約1時間半から3時間。島内はバスでの移動が可能ですが、教会巡りやビーチ散策も気軽に楽しむならレンタカーがおすすめ。それでは静けさと美しさが広がる上五島の旅を一緒に味わいましょう。上五島の旅の前後は長崎駅前の飲み歩きを楽しみました。こちらではね、素晴らしい出会いと楽しい話が盛りだくさんでした。別動画で公開しておりますので、ぜひこちらもご覧ください。それでは港までタクシーで向かいます。さあタクシー降りてやってまいりました。急げ急げ、あと25分ぐらいしかなくて、もう30分前には買わないといけないってなってるんですけど、なんか電話したら多分大丈夫ですみたいな感じだったんで、どこや売り場は1回こっち上五島、いやこっちですね、五島行き GoTo みたいな感じですね。ここでいいんかな。これですね、長崎から有川行きのジェットホイールで単価が5460円ですね。ここに書いてますけど、長崎から有川っていうところまで行きますね。でそこから福江にも行けますし、奈良尾っていうところにも行けるんですね。で有川から小鹿っていうところにも行けると。で船の種類も有川航路はシープリンスかシーエンジェルっていう船になってまして、ジェットホイールのペガサス2は五島の航路、こっちの鳴島、奈良尾、福江、ここに行くようになってますね。僕も乗ったことがありますね、ペガサスに。なんか最近ネットで購入して QR コードでなんかこう発見ができるような仕組みも導入されているみたいです。でも僕はちょっと当日ギリギリに予約しようとしたんで、これは使えませんでした。無念です。これで行きたいと思います。そう乗りますかね。今10時21分ですね。出発まであと13分ぐらい、14分。うわー、天気にも恵まれたな。今日だけが天気いいんかな。最高じゃないですか。揺れてるなペガサス。福江も行きたいな。長崎の離島行きたいとこばっかや。昨日は壱岐の島でのことでも盛り上がったし、壱岐もまた行きたいしな。対馬も行きたいし、行きたいとこだらけや。シープリンセス、シープリンセス乗ります。はい、はい、ありがとうございます。荷物はこうやって入れるんですね。止まってる段階からちょっと揺れてますね。全然大丈夫です。あ、早いですね。あっという間に出発した。電源をしてる間にもう離れてしまった。早いですね。スタートダッシュが素晴らしい。
今回ね、初めて上五島の方に行くんですけども、上五島のことについてチャット GPT で調べてみましたところ、長崎県五島列島の北部に位置するエリアの総称で、正式には新上五島町と呼ばれていると。長崎県の西方、五島列島の北部と。中通島を中心に、若松島、鳴島、小値賀島の一部など、複数の島々で構成と。だから上五島という島があるわけじゃないということですね。2004年に旧上五島町、奈良五町、有川町、若松町、新青梅町の5町が合併し、新上五島町となったということですね。世界文化遺産に登録された長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の一部で、特に頭ヶ島教会などが有名と。白沢のビーチや透明度の高い海、緑豊かな山々が魅力と。で、アジとかサバとかイカとかね、漁業も盛んで、釣りやダイビングなどアクティビティも人気と。今回ちょっとね、泳ぐ予定はないですけど、泳げる時期だったら泳ぐのもありっていうことですね。で、行き方は今僕が乗ってる高速船で行く方法ですね。佐世保からも行けるということですね。フェリーでも行ける。で、飛行機でも福岡空港か長崎空港から、これは行けないですよ。行けません。福江だけでした。で、そもそも五島列島っていうのは合計140以上の島々からなる群なんですね。で、特に上五島はその中でも文化と自然が調和したエリアということですね。楽しみですね。だんだん速くなってきた。80キロぐらい出るんやったかな、これ。ジェットホイールなんで浮いた感じになります。飛行機に乗ってるような感じで。確か飛行機作ってるボーイング社が作ってる船だったんじゃないかな。ありがとう、長崎。いや、次も長崎やけど、ありがとう、長崎市内。昨日の飲み歩き最高やったな。じゃあ、あとはこの船旅を楽しませてもらいます。さあ、もうすぐ着きますね。速度が落ちてきました。島感出てますね。いきなりスーパーあるじゃないですか。都会やエネオスもあるし、エレナも新上五島町で1万5000人ぐらい人口いるんですね。そらスーパーとかもあるか。エネオスのもうこっち側と向こう側にも見えるしな。それなりに街ですね。ただこの10年間での4000人以上の減少が見られてるそうですね。急速に人口が減ってるって感じ。さあ、着きましたね。今日は天気良さそうなんで、今日絶景ポイントいろいろ回るか。最初はちょっとご飯も食べに行こうかな。12時やし、五島うどん食べに行きたいですね。はい、これが港ですね。かなり綺麗な感じですね。もっと人口が少なくてめちゃくちゃ島感ある感じかと思ったら意外と街ですね。楽しみになってきましたね。ここから行ける小値賀島とかが結構めっちゃ人口少なくて僕の好きそうな感じらしいですけど、今回はちょっとねもう日程的に難しいんで、また次回行きたいと思います。今日はこの島ですねやっていきたいと思います。こう中通島っていうところですね。それと若松島っていうところ、結構ほんとターミナルも綺麗ですね。ここ10年以内ぐらいになんか作られたみたいな感じがしますね。こんな感じになってる。怒りなんかもあるし、看板もなんか新しい感じしますね。九州自然歩道、こんな感じのマップになってますね。現在地ここで、今からこの辺かな、この辺ちょっと散策したいと思ってますけども、で泊まるのがどの辺？泊まるのが多分この辺じゃないかな。この辺に多分泊まります。でまた次の日は違うところに泊まる予定ですね。縦に長いんですね。で五島うどんの里とかありますね。ここも行きたいと思ってます。このね灯台まで行きたいんですけど、こっから約ね50分ぐらいかかるんですよ。だから往復するともう2時間ぐらい見ないといけないんで、今回ちょっと厳しいかなって感じですね。今回ほんとこの辺とこの辺を中心に回りたいと思います。もし興味ある人はここにも50分ぐらいで行けるっていうことを覚えておいてください。途中に教会とかいっぱいあるんですね。本当にこの五島のエリアっていうのは隠れキリシタンの方がいっぱいここに来たんで、いろんなところに教会があるっていうのが面白いですね。福江島もそうでしたね。ターミナルの中はこんな感じですね。お土産屋さんなんかもあるし、またなんかマスクしてる像があるけど、どういうこと？龍馬の像がマスクしてますね。風邪ひいてんのかな。お、すごいすごいすごい。クジラの骨。ここで五島うどん食べることもできる。五島うどん営業中ってなってる。
はい、それではね、今レンタカーを借りましたんで、今から観光スタートしたいと思いますが、今12時35分なんで、早速ね、上五島の名物五島うどん食べに行きたいと思います。昨日の夜の締めも五島うどんやったけど、何回食べてもうまいですからね。なんか結構人気な店があるみたいなので、そこに行きたいと思います。では行ってきます。そう来ました、五島列島うどん道場筑水亭。楽しみっすね。価格改定されてます。こんな感じですね。担々麺とかもあるけど、やっぱ自国炊きセットいきますね。いろいろあるな、いろいろある。ビジネス定食とかもあるんや。卵だしとあごだしがありますね。いなり寿司もついてきて、自国炊き最高。はい、それではいただきたいと思います。またちょっと湯気で僕の顔がね見えなくなってきて、なんか沖縄の時もこんなことがあったような気がします。なんでここ俺の方に流れるやん。こっち行ってもいいんやけど、でもちょうどこれでシワとかそういうのは見えなくなるんでいいんじゃないですか。じゃあいただきます。あごだしの方からいただきます。うまっ。この五島うどんのやっぱいいところはこの地獄だけのね、もうずっと熱々なんですよ。これがいい。なぜかというとやっぱ五島うどんは伸びにくいんですよね。製法上グツグツ煮ても、普通のうどんだったらこんな煮続けてたらもう伸びちゃうんですけど、うまい。こっちの卵の方が多分めっちゃうまいと思うよね。いただきます。うまっ。カツオ入れたの逆なのかな、ちょっと分からへんようになってきたな。でも合うけどな、卵にもカツオ。何やったらこっちにももうカツオも入れちゃうか。じゃあ間違いないんじゃん。いや間違ってるか、どっちかが間違えてるのは間違いないですね。ポンチみたいになってる。うまっ。いなり寿司だけです。やっぱ1万5000人人口がいるんで、スーパーとかコンビニもあります。ローソンがありましたね。やっぱ五島うどんが売ってるんですかね。スーパーとかね、ローソンにも売ってるかもしれないですね。でもスーパーとかね、コンビニはちょっと中映せないんでね、想像しましょう。シンプルでうまい。ちょっともうさらっと食べちゃって気がつきましたけど、柏かなこれ。肉ですね。なんでちょっと僕テンション今低いかというとね、最北端に行くか行かないかをめっちゃ今悩んでるんですよ。時間との勝負なんでね、最北端まで行くと結構いろんなことを犠牲にしないといけないんですけど、それでも行くべきかみたいな葛藤してます。これ食べたら痛風が出るかもしれないけど食べるかみたいな、そういう感じの選択を今迫られている。ちょっと違うか。さあハマンナやってきた。いい感じっぽいぞ。さあやってまいりました。ハマンナです。遠浅のビーチって感じで、しかもなんか手つかずな感じでいいっすね。全然ビーチパラソルとかね、そういったものなくていいっすね。島感あるな。そしてまたこの目の前に見えるいい形の島、無人島でしょう。いいっすね。そしてその向こうに船が通ってる。そして波の音が最高です。いやーいいっすね。素晴らしいですね。透明度も高い。若干なんかね空気が霞んでる感じはしますけど、でも十分でしょう。晴れは晴れです。そして山の方から流れてきた水がこうやって海の方に流れてる。そんなことを見ることができるんですね。これ福江島とかでもありましたね、こういった場所。綺麗ですね。
はい、やってまいりました。頭ヶ島天主堂ですね。やはりこの五島は隠れキリシタンがたくさんいたということで、教会は切っても切り離せないものになっておりますね。ここは何？インフォメーションセンター。あ、なんかこんな、面白そう。音が鳴り出したぞ。潜伏キリシタンですね。隠れキリシタンっていうか、潜伏キリシタン。言い方もこう変えてるんですね。昔はこの頭ヶ島も誰も住んでなかったんですね。頭ヶ島ってどこなの？ Google マップで見てみよう。ちゃんと。これどれがどれなのかわからんけど。あ、ここか。ああ、なるほどな。なるほど。ここ、港はここですね。ここに着いて、で、ご飯食べに行ったのはこっちの方で、さっきビーチ、アマンナ見たのがここですね。で、そこから先に行ったら、またこう島、別になってるんですね。この頭ヶ島っていうのが。こういうことですね。で、そこにあるのがこの頭ヶ島天主堂っていうやつですね。ここはだから別の島になってるんや。だからここで今橋で多分繋がってるんですね。で、ここにも4つの地域があるということですね。これを押したら。これ押したら。なんかこんな。浜の森地区を描いた200年前の羽毛忠敬の地図には、この場所に家の印があります。こんな説明が出るんですね。しかし、はい。こうやって見ていきましょう。開拓後のもう一回起動させたら他のにはいけん。キャンセルボタンないね。教会の配管ポイント。ドーム型屋根に十字架が乗ってるところとか、いろいろあるんですね。で、ここから先に行くと、教会があるんですか？ここも普通の家も建ってるんですね。ここいいな。なんか海眺められる場所やん。静かやし。おー、綺麗。ここは普通の家なのかな？あれっすね。見えてる。ここは普通の家なのか。すごいな。なんか守られてる感じするな。住んでるんかな？住んでそうですね。あれも普通の家？来たー。結構迫力やな。めっちゃ綺麗にしてる。見応えあるな、これ。結構人入ってるな。今祈ってるんかな。空いてたら大丈夫みたいな。よかったです。はい、わかりました。中は取れないのと思うんですけど、ちょっと中だけ覗きます。ここは司祭館って言って神父さんとか来られた時にいるところみたいですね。結構上から見るとまた迫力ですね。で、先ほどね、中は撮影できないんで撮ってませんが、中でちょうどお話をされてたんで聞いたんですけど、もう本当にここすごく大切にこの100年ね扱ってきたということで、周りのガラスだったりとかも、当時のガラスの技術がまだそんなに発達してない、歪んだガラスだったりとかもまだそのまま残ってるということで、いや貴重ですね。いやもうこのね庭の感じとか、その木の手入れされてる感じとか見ても、もう全てこの辺がめちゃめちゃ大切に扱ってるということをね教えてくれますね。僕たちはもう本当に今物に溢れた生活をしてるんで、もうちょっといらないと思ったら捨てるみたいなね、そういう生き方をしてます。断捨離とか言ったりとかしてね。でもこうやって100年使い続ける同じものを大切にね、そういうことも大事だ。そんなことも教えてくれるんですね。さすが教会だ。この辺りの家もなんかそういう家なんですか？一軒しかいない。住んでる方いないんですけど。一軒しか住んでる人いないんですか？あとはもう全部。そこはもう触れ合い館ですし、そこが昔ずっと年寄り亡くなるまで、ここの教会の前まで花を植えたり、取ったりとか、そういうことされてた方ね。の家です。亡くなったんです。でもこれは今ずっと残してるみたいな感じなんですか？なるほどな。ありがとうございます。勉強になります。今はもうここ住んでる人は一人しかいないということですね。この家ももともとはここの教会に花を植えたりとかいろいろされてた方の家だったと。で亡くなられたんですけど、やっぱその敬意を多分表してずっとこう大切にこの家も残してるんでしょうね、おそらく。素晴らしいですね、そういう気持ちが。ここもおそらくもともとは人は住んでたけど、島の触れ合い館みたいな感じで使ってるっぽいですね。さつまいもを貯蔵するために家屋の床下などに掘られた土の穴で、こんなんもあったんや。知恵ですね。綺麗に保たれてるな。すごい。こういうの貴重やな。昔のこういう生活をしてたんですね。これは見応えありますね。
でもともとは無人島だったところからこうやって人が住んでいくみたいな過程ってすごいですね。まあ当たり前ですけど、モーリーチャンネルも一緒ですね。動画が一つもない状態からスタートして気がつけば1000以上の動画を上げてますからね。おいおい、めっちゃでかいバスも来たやん。ここはもうやっぱ絶対神ごと来たら行くとこなんですね。さあここも素晴らしいですね。いやー、上五島は静かですね。騒がしさがない。まあでも後ろにはめちゃめちゃ今騒がしいくらいに多くの観光客来てますけどね。でも静かや。たまたまや。ああいうバスツアーもいいっすね。いやー、めっちゃ静かです。穏やかな波の音と穏やかなおじいさんとおばあさんの声だけが聞こえます。めっちゃ来てます。なんか息とかでもああいうことになったな。はい、ちょっとなんか眠たくなってきたのでカフェを探してきたんですが、あれこの辺のはずなんですが、どこだ。ここやった。黄金が、この黄金がというところに行ってちょっと黄金港か、黄金港っていうみたいですね。駐車場間違えてたんで止め直します。コーヒーと宿って書いてるから宿泊もできるんかな、ここ。面白いですね。マスター、気分コーヒーとか、カレーとかもある。ランチは食べたんで。いただきます。マンデリン。甘い感じ。こちら黒蜜かけて召し上がってください。はい、ありがとうございます。かみころ餅のアイス餅。いただきます。うまっ。餅と。あったか。餅があったかい。焼きたてみたいな感じ。きな粉が。アイス美味しいです。はい、美味しいです。美味しいでしょ、そうですね。かんころ餅美味しいですね。アップルパイが美味しいんですか。注文いただいてから焼き上げるとか言ってね。私アップルパイもともとそんなに好きじゃないんですけど、好きなんです。僕神戸から来ました。はい、全国をいろいろ旅してそれを動画にして、いやでも本当にこの長崎離島はかなり僕の中でも上位。なんか面白いですよね。いやいいっすね。その壱岐とか対馬とか福江とかも行ったんですけど、やっぱいいですね。ご飯も美味しいし人もいいし。でもそんな神戸って意外と長崎との動線はあるので、毎日スカイマークが3本出てるんで、しかも結構安いんですよ。そうなんですよ。だから東京行くより安いです。そうなんだ。はい。なので結構長崎は何度も撮影したりとかして。長浜ねるさんの、ね、出身がこの上五島みたいで、今日泊まる宿が撮影した場所らしいんですけど、すいません、長浜ねるさんのこと全く知りません。何も浮かばん。若そうとしかわからないですね。申し訳ございません。ちゃんと調べていきます。これどうやって作ってるんですか。それね、うちのオーナーいるんですけど、はい。オーナーオーナーさん別でいるんですか。漫画を描く人で、絵が得意なんですよ。で、丸い文鎮に絵を描いて、それを彫って焼きにして。宿もやってるんですか、ここ。まあそれでもね、面白いですね。なんかバズったんですか、X で。いやちょっと僕もどんな内容か知らないですけど、なんかGoogle のレビュー見たら X でバズったって書いてたから、何がバズったんですか。
全部うちのオーナーの仕業でね。あ、もうちゃんと狙ってやったんですか？あの人 X で30万人フォロワーいる人。あ、そうなんですか。それはすごいな。そう、それで宿泊を担当してる土地で宿泊だけ食事550円で出すよって。あ、なんかもう見た気がするな。安すぎるみたいな。はい、戦略家なんですね。いや、30万人いたら普通に投稿するだけでもまあまあ見られますもんね。そうですよね。なるほどな。すごいな。見た気がしますね、なんか。自分ではそんなキャラ強いつもりはないんですけど、キャラが強いらしいんですね。はい、今度はそのキャラでちょっとバズって芸能界デビューですね。そうです。本当にデビューしたかったですね。ああ、そうなんですか。まだチャンスはあるじゃないですか。相乗りって番組ははい、わかりますよ。してるんですよ。マジっすか。いいね。ちょっと残念でしたな、ハガキ持って。なんかちょっとこう年齢が上の人の相乗りとかが企画できたらいいの。面白いですよね。ね、なんかテレビ世代やったらニーズありそうですけど、面白いですね。はい、今からね、やっぱ最北店どうしても行きたいということで行くことにしたんですけど、その前に無事にたどり着けるようにここでお祈りしようみたいな場所がありました。これ港のすぐ近くですね。これ街道神社っていうんですかね。なんかクジラの骨で作られた鳥居があると。これですね、後ろにあるやつ。入っていきましょう。ここでちょっとお祈りしていきましょう。結構上がある。サクッと見るつもりが結構上がある。島っぽい感じですね。綺麗。ここがよいしょ。はい、こんな感じですね。素晴らしい。ちょっと祈っておきますか。まだ上があるんか。まだここ先あるん。サクッと終わるつもりが、なんか向こうから声が聞こえたような気がしたんで、何かがあるのかと思ったけど別にない。展望台みたいのがあるけど、周りがもう生い茂って見えない。美しいけど何も見えねえ。こっちからも入れるっていうことかな。こっちからも来れるっていうことやな。早く最北店行かなあかんのに、めっちゃ罠を突きつけてくれん。急ぎ。はい、それでは途中に立ち寄った中地教会というところ、これ宿の方がね、どうせその最北店まで行くんだったらここのステンドグラスは見とけということでね、お声掛けいただきまして見に来ました。あれ、写真撮ったらあかんやん。道内での写真撮影は原則禁止ですやん。心のフィルムに残してください。ダメじゃん。いや、中はね、ちょっとやっぱ撮影ダメだったんですけど、確かに素晴らしいステンドグラスでした。本当に皆さんにお伝えしたいよね。外側からだと見えないんか。見えないですね。外側からだとやっぱもう全然わかんないですけど、中からはもうなんかヨーロッパに来たんかなって思うぐらいの素晴らしいステンドグラスでした。ね、こんな感じですけど、わかんないですね、外側からだと。でも中に行くともう素晴らしかったですね。ぜひ見てほしいとわかりますね。見応えありました。これはもう皆さん現地に来てご自身の目でお確かめいただければと思います。それではここからあと10分ですね。10分で最北端行けるんで行きたいと思います。
はい、中地教会こと詳しく書いてますね。昭和53年、僕の生まれた年ですね。12月14日に建立と近いですね、誕生日が。この中地島の首の移住開拓が始まったのは1810年頃、初の開拓夫婦として移住したことによると。なんかロマンありますよね。これ園木って呼ぶんやったっけ？西園木黒崎村の東本与地左衛門らが最初の開拓夫婦として移住したことによると。でその後新助、久志、大水、赤苗と開拓が続いていくと。面白いですね。わずか70数度で築き上げられた教会堂は今鮮やかなステンドグラスに彩られ、この地を訪れる者は信仰者の偉業への驚きと感動の念で満たされると。で確かに素晴らしかった。約30年使われてたんですね。でこれ3代目になるんですね。3代目になる現在の中地教会堂を新築するにあたっては、各都の負担額は百数十万円に及び、多額の拠出と労力奉仕がなされ、その労苦は筆舌に尽くせないものであったと。永田氏と信徒たちは幾多の苦難を乗り越え、その年の暮れには作り上げたみたいな感じですね。やってまいりました。諏訪崎灯台正真正銘最北端来ました。やってやりましたよ。その代わり行けなかったビーチとかあるけど、ここに行く方が大事でしょう。素晴らしいロマンがあります。こっから登ってあの灯台まで行きましょう。さあ登ります。もう時間は5時ですね。もう戻って宿に入って宿のご飯楽しんで、その後行けたら飲み歩き行きたいと思ってます。素晴らしいな。めちゃくちゃ穏やかやん。なんという穏やかな海。この階段は全然穏やかじゃないけど、先が長い。しかしいろんな最北端とか行くけど、こうやってちゃんと階段とか整備してるのがすごいよな。まだか、行けるか。もしかして一番険しいとこから入った。誰かいるな。さすが最北端ともなれば行く人多いな。来た、来ました。ちょっとお客さんがいるんで大きな声出せませんが、素晴らしい。そしてこれが灯台。来た。いやー、やってまいりましたね。最北端という言い方をするべきなのかどうかも分かりませんが、さあやってまいりましたね。中通島最北端。ちょっと名前忘れた。何やったっけ。さあ調べます。もうすぐ名前忘れる。これ難しい。諏訪崎灯台。諏訪崎灯台からチャンネル登録よろしくね。あ、トンビがすごい水平に飛んでる。諏訪崎灯台から旅はチコ投資。先ほどのお客さんもいなくなったんで大きな声出せます。今見えてるのが野崎島というところですね。そして奥薄いところが宇久島という島になってますね。いろいろ見えてますね。そしてこっちが小値賀島ですね、多分。
はい、浜栗浜海水浴場にやってまいりました。いやもう結構ね6時半ぐらいなんで夕日の時間も近づいてますね。今日はね旅館でご飯を食べることになってるのでちょっと夕日は見に行けないんですけど、ちょうどねもう見えないですよね。ここでももうほとんど落ちるぐらいな感じになってきてます。今潮が引いてるんかな。結構ここも海水浴場で遠浅で安全に泳げる海水浴場になってるみたいですね。ほんと静か。上五島ね、この中通島でしたっけ、静か。全然雑音がない。それがすごい印象的。だから波の音すら海が穏やかやからすごい静かなんですよ。心が落ち着くしますね。はい、今日ちょうど7時ですね。ちょっとギリギリになってしまいました。7時ぐらいまでには来てくれって言われたんですけど、この永田旅館というところを今日取りました。ここでご飯付きにしてご飯も食べるんですが、飲み歩きも行きたいなと思ったんです。目の前がお寺かなになってますね。はい、今日宿泊する部屋はこんな感じですね。畳で旅館って感じですね。そしてこちら側もなんかね、おばあちゃんの家に来たみたいなそんな感じになってますね。でちゃんとこう浴衣なんかもありますんで、お風呂が先かご飯が先かって言われたんで、僕はねちょっとご飯食べた後飲み歩きも行きたいんで、ちょっとご飯先でお願いしますと言いました。はい、でドライヤーもはいありますね。猫のマークがついたドライヤー。こんなんあるんや。めっちゃ軽いけどな。猫 T 字型ヘアドライヤー。初めて見ましたね、こんなん。あとは、特に、テレビもね、ありますし、あと Wi-Fi とか気になるな。一応こんななんか干すスペースみたいなものありますね。屋根ビューですね。気になる Wi-Fi の速度は、いいぞ。早いな。140メガ出た。こんな旅館じゃない、失礼やな。驚きっすね。これ普通に仕事できる。最高。アップロードも見ると160メガも出てる。はい、こんな感じの夕食になってますね。もう魚がメインでめちゃめちゃうまそうです。やべえ。でこっちがアジでタイですね。そしてヒラマサ。これ何やったかな。これもアジかな。アジなんか漬けたやつですね。でじゃがいものグラタンも、これなんか魚が食べられない人がいた時用にらしいです。そしてこれがヒラマサの釜って言ってたかな。であとイカとか、これマコっていうんです。でイカ、あとはちょっとローストビーフとかそんな感じですね。美味しそうな味噌汁、お吸い物、そしてアサヒスーパードライ欠かしてはいけないですね。でこ
ご飯もたくさんあります。ありがとう。意外とマシだった。はい、それではね、いやもうなんか今日どこに行ってもめっちゃ静かな気がする。もうここめっちゃシーンとしてるから、なんか一人で喋っててもめっちゃ声が響く。それではいただきます。最高。もう運転しない今日は。はい、それではいただきたいと思います。どれからいただこうかな。種類はすごい多いですね。サラダ、家庭的な優しい味するお作りいただきましょう。平正。やっぱ長崎の魚は適度な歯ごたえがあってうまいっすね。こんな歯ごたえある感じが好きやな。タイもいただこう。タイは意外と柔らかい感じやな。アジもうまそう。あ、新鮮。ビールなくなってもた。あとなんかマコ、これはうまそう。うまっ。お酒に合うやつばっかりやな。この後居酒屋も行くんでね、全く予約してないで入れるかどうか分かんないですけど、今からこれ食べてから行ったら後発組になるんでいけるかなみたいな。たけのこもうまっ。どれも当たりやな。平正の釜。これも味がしっかりと。お酒いくらあっても足りんな。上五島のお酒とかあるんかな。最高っす。これはありだわ。旅館でご飯を食べるかどうかすごい悩んだんですよね。こんな旅館でご飯食べるのなしにして居酒屋回ろうかみたいな感じも考えたんですけど、やっぱちょっと食べておきたいなと。結構やっぱ評判がいいんですよね。どこの旅館さんもボリュームが多くて、本当にボリューム多くて、何よりなんかあったかさを感じますね。これぞ島旅ですね。そっからね、こう居酒屋の雰囲気も両方味わえればなおいいかなみたいな。楽しみですね。それではでもまだあるか。ちょっとお酒だけ聞くかな。ちょっとお酒は居酒屋の楽しみにして、ここではビールだけ楽しみますかね。それではあとは楽しませてもらいます。なんと長浜ねるさんのファースト写真集はこの長田旅館で撮影されたんですね。これと同じお風呂に入れるっていうことですか。信じられん。長浜ねるさんのこと全く知りませんでしたがね。さあ、それでは飲み歩き行きたいと思います。9時ですけどね。空いてるんかな。9時で8時52分。人がいる。本当に静かです。どこに飲み屋さんがあるんかな。それすらわかんねえ。一番行きたいなと思ってるところが有心っていうところですね。商店街みたいな感じでシャッター街みたいになってる。公園みたいなのもあるな。普通に自販機とかもあるんで、やっぱそんななんもないとかじゃないっすね。で、調べてみるとなんかスナックなんかもあるし、全く何にもないって感じではない。こことかもね、道路も結構広いですし、信号も何箇所もあるんで。ただ空いてる店がほとんどないですね。大丈夫か。宿のご飯はもう食べてるんで、普通だともう食べなくてもいいんですけど、それじゃあ皆さん納得しませんよね。行くしかないんですよ。ここですね。ここ曲がったところに有心っていう優しい心と書いて有心とバージャックスっていうところがありますね。ここですね。あるんか。目の前にでもスーパーはあるけどな。ここ右側やけどな。どこ。全然空いてる気しないけど。なんと電気ついてない。無念すぎる。今日準備中ってなってるな。
よく調べてみると定休日か。火曜日定休日です。すげえマジか。いきなりでバージャッカスがここか。ここは電気ついてるからやってる。あ、バージャッカスやってるな。でもちょっと居酒屋っぽいとこ行けないんでそっちから行きます。なんかバージャッカスに入っていった人がいます。店員さんかな。エレナスーパーですね。長崎によくありますね。この先にもお店ありますね。なんか食工房ってとこもありますけど、僕が行きたいとこはそこじゃないんですよ。こっち行きます。いや、なんか全然開いてないような気がする。食工房すら開いてない。あ、なんかもう終わってるっぽいな。食工房今目の前にタクシーで帰る人がいるから、もう終わり。あそこですね、食工房。食工房も終わりです。寿司徳っていうところがこの先にあるはずなんですが、これまたちょっと電気がもうついてない。嘘だろ、信じたくない。ここや、もうやってないっすね。9時までや。今ちょうど9時や。ここも良さそうやったんですけどね。あと一つ、結び前田。ここですね。ここにかけよう。最後ここに全てをかけよう。開いてんのか。なんかもう電気が全然ついてないから、畑岡調剤薬局かと思ったら青方調剤薬局でしたね。それちょっとしょうもないネタでしたね。こっち、ここか。ここっぽいな。お、結構なんか賑やかな感じやけど、やってるんかな。いけるかな。あ、ここっすね。いけるかな。ちょっと撮影が NG で入れませんでした。すぎる。なんとお客さんがいなくなって特別に撮影 OK もらいました。メニューもめっちゃデザインされていますね。いい感じですね。いっぱいお酒の種類もある感じですね。これ頼みました。五島灘の水割り。五島灘の水割り来ました。高島フルーティートマトです。いただきます。五島灘。美味しい。トマトね、塩でいただくのがいいらしいです。美味しい。アジの南蛮漬け。アジの南蛮漬けも美味しいです。すごい。お腹いっぱい食べた後やのにうまいな。ルリヒラス綺麗やな。ヒラマサのことをこちらの方ではヒラスっていうみたいですね。このトマトにつけた塩はヤガタメの塩って言って、明日行く地域の塩ですね。トマトもめちゃくちゃうまいですね。探してきて選んでるみたいな感じなんですか。どうしても大島トマトの方が有名なんですけど。大島トマト。違うとこ行きたいタイプの人が。ちょっと普通とは違う。そうですね。違うとこ行きたいですね。僕の YouTube もそういうチャンネルなんですよ。旅行系なんですけど、穴場に行くっていう、他の旅行 YouTuber が行くところにはあんまり行かなくて、僕もこうちょっとデザインをやってる人間なんで、メニュー素晴らしいなと。いいっすね。やっぱりメニュー大事やなって思いますね。お酒でもこうやってロゴが入るだけでも分かりやすいっすよね。飲みに来てくれるお客さんがちょっと作ってくれる。そうなんですか。なんかお酒のチョイスもこだわりを感じます。僕は日本酒メイン、そのデザイン考えて作ってくれてる人がいろいろお酒教えてくれて。あ、そうなんですね。なんか僕も気になるやつちょっと頼んでみようかな。いろいろ手を出してみたい。じゃあヒラスいただきましょう。さっきも食べたけど何個食べてもうまいですね。
コリコリした感じがまた違うな。旅館で食べたのはコリコリしてたけどすぐ口の中で溶けるみたいな感じでしたけど、こっちはコリコリ感はちょっと薄いけど、でも弾力があるというか、ずっと口の中でこう残る感じありますね。うまい。これ塩で食べてもうまいと思うな。塩で食べてみよう。ちょっと一昨日にね、静岡で泊まった旅館でこう刺身を塩で食べるっていう体験させてくれたの。いけるんじゃないかな。うまい。新発見。民宿で食べた後にこうやって軽く飲みに行くのもありっすね。大人な楽しみ方。きびなごの天日干し。これだけでも十分塩味があるんですが、お好みで糸島産のポン酢入れちゃいます。きびなごの天日干しいただきます。これもお酒に合う。ちょっとだけポン酢いっちゃうか。やべ、来すぎたか。ポン酢いただきます。確かにこれもうまいな。一つ一つこだわりあるし、お酒が進むからお酒頼もう。最後締めはヒラスの漬け茶漬けです。うまそう。紅はるかのソーダ割りも頼みました。うまそう。はい、紅はるかソーダ割り。芋を確かに感じるけど、この芋感がうまいな。じゃあヒラス漬け茶漬けいただきます。めちゃめちゃうまい。ボリュームすごいなって思ったけど、確かにペロリといっちゃうわこれ。お茶漬けも美味しいです。僕もああいう受け答えしたいな。動画面白いっすみたいな感じ言われて、ありがとうございます。そういう料理作ってますね、ここは。モーリーチャンネルの動画みたいなこだわり感じるわ。動画見てくれてありがとうございます。月が綺麗。はい、今8時ですね。朝食の時間です。おはようございます。おはようございます。どうぞ。はい、あ、こっちか。はい。ありがとうございます。朝食。はい、朝食はこんな感じですね。朝から豪華です。私が中日の教会に寄ってくださいって言いましたでしょ。あ、行きました行きました。行かれました。はい、よかった。あそこは実はですね、何で言ったかっていうと、はい、教会のステンドグラスが素晴らしいんですが、はい、この間の教皇様の選出の時に、はい、前田万葉様っていう方がね、はい、あそこの中日教会の出身の方なんです。へで、日本でたった2人しかいないんですね。そのローマ法を決める。で、1人があそこの出身の方。こういうところからああいう方が出てるっていうのはすごいことなので。そういうことなんですね。それでせっかく来られたんだから、あの辺りの景色と、どういうところから、であともう一人は東京の教区の方が菊池さんとおっしゃったのかな。日本はその2人の方今日いらっしゃいますので、そういったところを見ていただいた方がいいかなと思って。それでなんか見応えありますし、これ切り糸ってありますけど、この方が昨日行かれたその中日というところの出身の方で、神父様っていうのは結婚できませんので。あ、そうなんですか。はい。牧師さんっていうのは家庭を持って、牧師さんっていうのはプロテスタントを大するので、ちょっと同じキリスト教でもちょっと宗派が違うんですけど、カトリックの場合は神父様は結婚できないんです。女の人はシスターさんも結婚できないんです。そうなんや。で、大体東京はカトリックよりもプロテスタントの方が多いんじゃないでしょうかね。向こうの方は大概どこの県にも一つぐらい大きな教会っていうのはありますけど、特に長崎の場合はね、教会が多いので。そうですよね。はい。一応この方です。はい。ちょっと言わせていただきます。勉強になるな。全然僕もその宗教のこととか知らないもんな。4月21日にローマ教皇フランシスコさんが亡くなったみたいですね。で、それの後継を選ぶ教皇選挙っていうのがあったみたいですね。それで、前田万葉さんっていう方、この上五島のその昨日行ったところの人が選ばれたと
いうことですね。ああ、すごいな。本当に選ばれたばっかりなんや。選挙は5月7日から始まるって書いてたから、本当に決まったばっかりなんや。いろいろあるんですね。ね、そのなんか何でしたっけ、プロテスタントとなんか言ってましたね。すいません、忘れましたけど、まあ、そういう流派みたいなのもあるんですね。結婚ができないとかね。それでもそうやって布教していくみたいな感じってすごいな。信念があるんですね。モーリーチャンネルと一緒ですね。僕も本当にこういう、ね、素晴らしい場所、まだまだ知られてないのに素晴らしい場所、まさに大人の穴場。もちろんね、全てが穴場じゃないと思いますよ。人によっては、いやそこめちゃくちゃメジャーやんみたいな、誰でも知ってるよみたいな感じで言われることもありますけど、まあでも1000人いたら1000人知ってるところじゃないみたいなところ、1000人いたら、まあ、100人ぐらい知ってるぐらいなレベルまでのものを、まあ、なんとかね皆さんに知っていただいて、今まあ一極集中みたいになってるじゃないですか。人気のある観光スポットにガッとこうね集中するみたいな。だからそれが少しでもこう分散して、まあそのギュッと集中するっていうのは観光する側も大変じゃないですか。行列に並んだりとか。でもやっぱりこうやって、まあ今日も僕しかいないですからね、この朝食会場。だからそういう場所に皆さん来てほしいんですよ。僕はそういうことを布教していきたい。モーリー教を作りますかね。まあそんなことで怒られそうですけどね。もうこういうまだまだすごく良くて人が来てないところがあるっていうのを伝えるモーリー教、どうですか？入りませんか？まあそんなことはいいです。ちょっと撮影します。今撮影しようとしたらカードが入ってなかった。昨日の夜にデータをパソコンに入れててそのままやった。よし。急須のねこの左利きめっちゃ入れにくい問題ありますね。しょうがないですね。これは別にこのお宿が悪いわけじゃないですね。それではいただきます。本当におばあちゃんのとこに来たようなね感覚が味わえるんで、ね、まだお若い方とかだったらね、そのおばあちゃんって健在だと思うんで別にそこまでの感動みたいなのないかもしれないですけど、僕ぐらいの年齢になってくるとね、もう祖父母は他界しているみたいなパターンは多いと思うんですよ。僕もそうですからね。そうなるとやっぱこう懐かしいなって思いますよね。で波照間島とかでも名物おばあとなんか話したりとか、今日もああいう話をしたりとか、まあ、いろんな離島でなんかそこのおばあさんと話すみたいな機会がねありますけど、いや本当にねなんか自分がこう少年に帰ったみたいなね、そういう気分を味わえるんで、それがまたね離島の一つの魅力っすね。僕がやっぱ離島旅にハマる理由というのは一つそこにあると思いますね。何かこう忘れてたものを思い出すみたいなね、そんなことを僕も布教していきたい。でも布教活動って本当大事ですよね。そういういろんな考え方あると思うんですよ。その宗教も多分いろんな宗教あると思いますけど、僕はなんか別に無宗教ですけど教えをこう布教していくみたいなところは別に否定的ではなくて、やっぱりそういう自分と同じ考え方してるんだとか、すごく共感できるって思うことがその方の人生の救いになることはやっぱあると思うんですよ、ね、特に今なんかもう混沌とした時代じゃないですか。もう将来のこともどうなるか分かんないみたいなね、なんかもうこのままこれをしとけば将来安泰やみたいな時代だったらそこまで宗教って求められないかもしれないですけど、今ってもう本当に仕事のこと、恋愛のこととか家庭のこととか、いろんな部分でやっぱりこう将来が不安みたいな人ってめちゃめちゃ多い時代だと思うんで、よりねそういう自分がこれを目指したいとかこういう考え方のもとで生きたいとか、そういうコミュニティに入りたいみたいなっていうのは絶対ある時代だと思うんですよ。なんかビジネスとかでもよく言われるんですよね。その宗教とスピリチュアルの時代が今来てるみたいなね。それは本当にやっぱり将来不安、どうなるかわからないみたいな、よりどころを探したいみたいな、やっぱ潜在的なところがあるんだなと思います。そんなことも学べるんすね、モーリーチャンネルは。モーリー教お待ちしてますよ。メンバーシップね、メンバーシップのこと言ってるんですよ、モーリー教で。モーリー教という名前でしょうか。メンバーシップね、メンバーシップって言うとなんか普通なんで素晴らしいですね。早く食べろやみたいな話ですね。すいませんね、こんなんしてたら尺が長くなってしまう。品数が多いな本当に。でお母さん一人で多分やりくりしてるんですよね、全部。すごいですね。なんかビジネスモデルを考えちゃいますよね。なんかいろんなホテル行ったらね、例えばその少人数対応してる宿とかでも5人スタッフがいたりとかしてるのに、一人でこうやってこんだけの結構規模の広いところをやりくりできるんだったらみたいな。
一番効率がいいんじゃないとかって思ってしまいますね。まだお休みなしでやってるんだと思うんですけどね。だから暮らすように旅館業っていう民宿業やってるってことですよね。すごいですね。僕も YouTube 別に休みないですからね。でなんかよくその休みないの大変ですねとかって言われるけど、これちょうど僕このちょっと前にやったライブ配信でも言ったんですけど、ゲームにハマってるような感覚なんですよ。例えばドラクエ早くクリアしたいみたいな。だから本当は寝た方がいい時間なのにもう徹夜して先が見たいみたいな感じで夢中になってるみたいな、そういう感じなんですよね。だからもうそうなんか仕事っていう感覚がないですね。だから楽じゃないですけどめっちゃ夢中になってるって感じ。もう要は日常になってるんですよ。ライフワークっていうんですかね。この YouTube を撮影して編集して皆さんに見てもらうっていうのがもはや自分のライフワークみたいになってて、それに対して僕は全く嫌だなと思ってないし、むしろ早く見せたい。この旅もいつ動画出せるか分かんない、3ヶ月後とかになるかもしれないですけど、もう早く出したいみたいな、本当だったら次の日に出したいみたいな。そういう気持ちでねやってるし、動画公開したら公開したでね、結構再生されてるなとか、全然再生されてないとかってずっとやっぱ気にするんで、それが楽しいですね。もうゲームしてるような感覚。人生もゲームじゃないですか。旅もゲームですね。旅は自己投資、旅はゲームみたいなね。新しいことがどんどん生み出されそうですね。そんな感じでこの旅館を経営されてるんですね。で Wi-Fi とかもね、それも多分業者さんにやってもらってより良くしてほしいみたいな感じで自分でやったのかな。で速度も速いしね、すごいなと思いますよ。すごい考えられてる。なんかウォーターサーバーとかもあって水をずっと飲めるようにしてくれてたりとか、お風呂もあったかいお湯をちゃんと張った状態で置いてくれたりとかね。いや本当に素晴らしいなと思います。僕なんかその高級宿とかも好きですけど、こういうやっぱりね民宿みたいなのも好きで、何が違うんだろうなっていうのをなんか昨日ずっと夜考えてたんですけど、明確な答えが見つけられなかったけど、やっぱりどっちも価値があるんですよね、それぞれに。いやだから高級宿ばっかり泊まってる人って、もし高級宿がたまたま予約でいっぱいでもうここしかないみたいになった時にどう感じるんだろうなみたいなのは非常に興味深いですね。僕はなんか何でも行けちゃうんで、別にゲストハウスでも泊まれちゃうんで、ただ最近は同じ部屋で知らない人と同じ空間にいるみたいなのはちょっとやっぱストレスかかりますけどね。やっぱ僕、仕事もしたいし、個室があるんだったら別にそれが古かろうが新しかろうが別に嫌じゃないって感覚ですけどね。全部うまい。贅沢だな。だからうまっ。米もめっちゃ贅沢にあるんですよ。一人やのにこんな米が高くなってる時代にね、贅沢に。で今日はね、昨日は行った地域とはまた別、もっと南側ですね、南側の地域に行って、一応リゾートホテルになるのかな、こういう民宿とは違ったリゾートホテルに宿泊して、そこのご飯を食べようと思います。いいですね、楽しみです。いや本当に心を整頓できる島ですね。静かで落ち着いててめっちゃいいっす。じゃああとは楽しませてもらいます。朝食でちゃんと味わいたいんでね、最高です。はい、それではね、この永田旅館さんをチェックアウトしました。いや本当にね、あったかみのある素晴らしい宿でした。ご飯も美味しかったし、めっちゃ良かったです。それではね、今から次のエリアに行きたいと思います。で、昼の1時からクルーズがあるみたいで、それ予約しました。割と高額ですけど、なんかすごいいい体験できそうなので楽しみです。それでは次のエリア行きたいと思います。はい、ちょっとね違う地域に行く前に、五島列島小さな菓子工房華やかっていうところが Google 評価 4.8 だったんで、寄ってから行こうと思ったんですが、なんとクローズ。マジか。 Google では休みとはなってないぞ。すぎる。なんかかんころ餅とかここで食べられるみたいなやつ、こういうやつね、こういう感じね。うまそうなんですけどね、残念無念。はい、今日行くエリアはね、やっぱ飲食店が少ないということで、もし食事難民になったらいかんということで、一応ここでおやつとか買っとこうと思います。五島がうまい。長浜ねるさんが食べているという焼きりんごを買いました。同じお風呂に入り同じものを食べる、最高ですね。でも僕は長浜ねるさんのこと全く知りません。
さあ次のポイント、今日泊まるエリアですね、奈良尾っていうところのエリアにやってまいりました。いや、ここも静かで落ち着いた感じですね。で、港があそこになるのかな、あそこから明日帰る感じになるのかな。そしてその近くに最近オープンしたらしいんですけど、この海星食堂というところが今日開いてました。他にもね、寿っていうねお寿司屋さんがあって、もうここを最初行こうかなと思ってたんですけど、しばらくいないということで無念でした。でもね、なんか電話番号で検索したらモーリーっていうことが分かったらしくて、ご存知ですみたいな感じで、ぜひ何でも聞いてくださいみたいな感じなんで、ぜひねお寿司屋さんも今度行きたいと思います。というわけで今からこの海星食堂行きたいと思います。アジフライ定食とかうまそうですね。来ました。アジフライ定食さん、うまそう。いただきます。アジフライ定食。アジフライっていろんなところで食べましたけど、めっちゃでかいやつもあれば、こういう小柄なサイズもあるんですね。うまっ。いや、本当にこのエリアはね、一歩間違えたら食事難民になるんで、こういう食事が食べられるだけでもめちゃめちゃありがたい。タルタルソースもうまい。さっきの早い時間はもうほぼ満席でしたね。やっぱこの町の人にとっても貴重なんでしょうね、この飲食店っていうのはね。ここは宿もやってるみたいですね。それは知らなかったな。ありがたいですね。美味しかったです。それでは今からちょっとこの辺を街歩きしましょうかね。はい、ちょっと街歩きして近くに神社もあるんで、神社の方まで行ってみたいと思います。で、ちょうどね今クルーズ船電話してなんとか今日やってくれそうなところ見つかりました。すごく対応のいい感じで楽しみです。なんか釣りに出てたそうですが、戻ってきて2時からやってくださるとありがたいですね。で、この辺歩いてるとやっぱ海の潮風にさらされたかなみたいな感じの色合いの壁になってますね。家がもう錦屋ってなってるけど、でちょっとこう勾配がある感じで、でも車はなんか新しい車に乗ってる人が多いようなイメージです。で、なんせ静かですね。もう本当に鳥の音とかそういうのしか聞こえない、余計ななんか音楽とかがない。いやー、いいっすね。絆でしょとかって書いてる。この筋に行くとなんか急に島感出ていいな。おばあちゃんが歩いてて、赤穂通り商店街、これはちょっと歩いてみたいな。赤穂樹天然記念物樹齢650年っていうのがあるんですね。そこに神社があるんだったかな。商店街って書いてるけど何一つ開いてないやん。うわ、もうここ全滅や。あ、でもカフェがある。コミュニティカフェアン書いてる。これでもこれ駐車場やぞ。どこカフェアンって書いてるけど、どこにもカフェは見当たりませんが、富士ちゃんかんぼこ、あ、ここ鮮魚店がある。あ、ここがカフェアン。ここっすね。閉まってるっぽいな。開いてる気がしない。商店街の看板だけがあるみたいなイメージですね。何もないですね、ほぼ。いやー、素晴らしい。穏やかな気分になるな。ここも喫茶北ってなってる。ここもお食事亭なんや。なんと当店は12日から15日まで所用のため臨時休業。マジか。今14日や。ちょうど間やんけ。信じられん。臨時休業。ここまっすぐか。ここまっすぐ行くと、いや、なんかすごい木がある。あれか、赤穂の木。これはすごい。これはすごいわ。半端ないな、これは。見応えあるわ。奈良尾の赤穂、これはすごいな。みんなにはそれぞれあるんだいいところ。奈良尾の小2年生に言われてますよ。ありますね。本当にその通りだと思います。いいこと言うな。ここですね。来ました。これはすごいな。半端ない。美しい。そし
してこれをくぐる。そしてその先にこんなものがあるんや。立派ですね。こんなところで視聴者さんといいですね。くぐってますね。顔出ても大丈夫ですか？恥ずかしいのでダメでした。楽しんでください。ありがとうございます。マジで立派っすね。にゃんこ発見した。にゃんこ、神ごとにゃんこ、神ごとにゃんこ、待て待て待て、神ごとにゃんこ、神ごとにゃんこ、神ごとにゃんこ。どこ行った？神ごとにゃんこ、どこだ？まだいる。神ごとにゃんこ、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 神ごとにゃんこ。行ってしまった。はい、この奈良尾神社はですね、チャット GPT で調べると長崎県上五島をね代表するパワースポットとして知られていると。特にこの巨大なアコウの木ですねが国の天然記念物に指定されており、神秘的な雰囲気を提供していますと。でなんといってもこのアコウの巨樹は見どころでして、樹齢670年を超えるアコウの巨樹ですと。この木は高さ約25メートル、幹回り約13.9メートルと日本一の大きさを誇ると。特に注目すべきは根が二股に分かれてて地面に踏ん張るように伸びていて、まるで天然の鳥居のような形をしているということですね。でこの天然の鳥居をくぐると長生きできると伝えられており、多くの参拝者が訪れると。これで長生きです。それを見た皆さんも効果があるはずです。素晴らしいですね。偶然なんですね。こうやって偶然にもこう二股に分かれていってるっていうことなんですね。スーパーナイスデー。ここでカンコロ餅買いたいと思います。やがための塩とやがための文字を、そしてカンコロ餅買いました。まさにナイスデー。さあ今からクルーズということで若松港にやってまいりました。あの船かな、あれかな、あれっぽいな。ありがとうございます。これだ、瀬戸塩っていうね、志っていう文字が入ってる船で、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。これで洞窟までクルーズ連れて行ってもらいます。よろしくお願いします。北海道の地方から厳しくなりましたね。はい、ちょっといただきます。
ありました。今日はですね、はいブリ、ヒラマサ、はいでマグロですね。でマグロはちょっと大きいの方になりますけど、はい。おお、これはいい。最高ですね。今からね、キリシタン洞窟っていうところに行くんですけど、やっぱ海峡の状況によってはやっぱ入れないこともあるみたいでね、どうなるか。今日は天気なんか曇りっていう風にね聞いてたんですけど、大丈夫ですね。まあ雲は多いですけど十分な天気と言えるでしょう。めちゃくちゃ楽しみです。いや本当にね、今日当日に連絡して無理を聞いてくださったね、感謝してます。いろんな業者さん当たりましたけども、快く受けてくださいまして、すごい受け答えも素晴らしかったです。で偶然にもね、僕の志という字がついた船であって、すごい縁を感じます。これがめっちゃ顔に当たって、いておお、あの辺綺麗。最高です。すごい絶景になってきた。あの間が空いてるとこですか？はい。あそこ針の面倒と言いまして、面倒ってこちらの方言で穴っていう。穴。はい、針の穴っていう。針の面倒。はい。っていう地形で、ちょうど家のシルエットが赤ん坊を抱いたマリア像に。ああ、なるほど。左の方に。はいはいはい。マリア像に見えますか？はい。マリア像に見えると。これ反対の方から見ると全く別物です。あ、そうなんですか。はい、見れるんですか、反対から。あ、見えます見えます。あ、スローに向かいますので。はい、お願いします。素晴らしい。急に景色が変わったな。これは絶景や。おお。先ほどの反対側に。ああ、すごい。これは素晴らしい。ああ、またこれ反対から見ると全然違いますね。迫力だな。接岸しますけど、上陸しますか？上陸できるんですか？接岸します。はい。接岸できそうです。最高。おお、すごい。足元は悪いですから注意してください。はい、ありがとうございます。おお、上陸。これはすごい。痛い足を引きずりながら暮らしていたんだという。これはすごいわ。お願いします。お願いします。これが亀の手って言うんですけど。ああ、はいはいはい。食べるやつですね。食べれますね。これが亀の手なんや。甲殻類でしたっけ？根元の方が食べられる。はいはい。外は台風で一回やられました。あ、そうなんですか。ほんでそこから下って入って洞窟入って、はい、向こうが出口になります。最後にここを渡るんですよ。行けますか？はい。まあちょっと登ってみてください。はい。これはすごい。おお、すごい。で右の方に。はいはい。すごい岩肌。上陸することしないじゃもう全然いや、そうっすよね。天気の状況によったら上陸できないのは簡単にありますから。よかった。おお、すごっ。これは見とかなあかんやつやな。これ大潮の満潮になっても潮は来ないんですけど。あ、そうなんですか。それがですね、台風とか試験の時の大波によって打ち上げられたんです。あ、そうなんですね。年に1回年末にですね、精進します。ここに住んでたんですか？そうですね、4家族8名、これで4ヶ月。すごいな。濡れた石には乗らないでください、滑りますんで。はい。これですね。あ、マリア像にお祈りした後ですね。すごい風が吹き抜ける感じ。夏を涼しくて冬はぬくいと思いますけど。まあすぐ行くと海に出ます。よく見つけたと思いますよね。いや、そうっすよね。これは冒険やわ。
あれが出口になります。はい。あ、こっちじゃなくてあっちが出口。この穴も全部その自然の力で。これは自然です。全然人工的なものは何もありません。すごい。奇跡やな。よいしょ。オッケー。すごい。いや、この辺に来たら全然岩の質が変わりましたよね。なんか。柔らかいんでしょうね。これはすごい。これはちょっと期待以上やったな。キリシタン洞窟って書いてたから、なんかめっちゃもっと簡素なものを想像してたけど、普通に大自然の素晴らしさも味わえるし、なんかもう海外みたいな。この岩肌もすごいですね。急にこんな岩肌になってて、こんな岩の質だからこそこんな穴が開いて、そこにたまたま見つけた方が住んでたと。素晴らしいですね。これは絶対見といた方がいいですね。連れて行ってもらえて、こうやってまた接岸してくれて連れて帰ってくれる。めちゃくちゃありがたいよ。この体験はできないですね、なかなか他の場所でも。よし、仕事が早い。おお、でもこれは上五島来たら絶対見ときたいですね。僕いろいろ行ってるけど、こんな迫力ないですよ、なかなか。上陸できてよかったです。いや、よかったです。たまに鹿とかイノシシとか泳いで渡って、あ、そうなんですですけどね。ここにイノシシとか鹿が泳いで渡ることがあるそうです。美しい。ここも美しいな。あ、イノシシや。いたー。あ、猫？にゃんこもいるじゃないですか。島にゃんこ。お客さんにですね、このコンクリは何ですかって聞かれるんですけど、はいはいはい。そのコンクリから向こうのコンクリに魚が逃げないように網を張りまして、家の中を利用して養殖してます。なるほど。3、40年前です。あ、もうやってないんですね。過去にやってた後。3、40年前です。海の中見えててさ、はい、これテーブルサンゴで。あ、テーブルサンゴで。じゃあここシュノーケリングとかしても綺麗なんですか？そうですね。でも潮がちょっと早いですから。ああ。僕らは小さい時から全然なかったですからね。あ、そうなんですね。あ、サンゴはできてきてるっていうことですか？なんかなのか、何かちょっとよくわかりません。はい。鹿出てませんでしたね。あ、鹿。猫が見れた。猫はどうなんですか？珍しくないですけど。ないんだね。珍しくないですか？それでは港の方に戻ります。はい、ありがとうございます。いや、よかった。面白かった。あ、なんかいますね。あれはなんですか？イノシシ。イノシシ。あ、いっぱいいるやん。あっちにもおる。はい。あ、鹿いた。鹿いた。今鹿いたけど取れてたかどうかわからん。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではね、先ほどクルーズやってくださったところがお宿もやってるということで、いや本当にね無理を聞いてくださったので、そのお宿もちょっとご紹介させていただきたいと思います。次来た時はちょっと利用させていただきたいですね。でこの若松港の近くも、ちょっと宿泊施設とかが並んだりとか、この割烹とかもあるんや。あ、ここですね、旅館前川さん。いや素晴らしい対応でしたよ、本当に。こんにちは。ありがとうございました。どうでしたいやですか？めちゃくちゃ良かったです。本当ですか？はい、最高でした。風が
が強いから上陸できないかと思って、あ、できました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、こちらこそです。いやいやいや、本当になんかあんな急やったのに。船長帰ってきたので、はい、よかったです。ありがとうございます。はい、ちょっとお部屋とかちょろっと見せてもらえたら。いいですか？はい。見てくださいますか？どうぞ。じゃあお上がりください。はい、ありがとうございます。父の船をね相続したんですけど、私は運転できないので2人に。あ、そういうことなんですね。あ、そういうことなんですね。京都の角竹っていうごま竹の四角い竹を育ててもらって、それをちょっと一面に敷いてます。あ、ここ、床。床で。へえ。すごい、ほんまや。はい、なので裸足でスリッパに足を入れていただいて。じゃあお部屋見てください。建築関係の方が泊まるともう今手に入らない材料ばっかりなので、そうなんですか。びっくりしてなんか楽しんでください。でも確かにすごい。一応お部屋が外側からわからんぐらいめちゃくちゃ。外側は私が小学校の時ですからもう45年ぐらい前に建てて、めっちゃ綺麗。中は23年前に京都の京明地ですとか沖縄サミットの琉球杉とかそういうのを使って改築。めっちゃいいじゃないですか。こんな感じです。すごい。いいですね。これはいいよ。あとはこちらが和室になります。洗面所とトイレがついてもこういったちょっと茶室に使うような。これもすごいですね。いいですか。ありがとうございます。ちょっと今座椅子なんかが全部今食堂に今日お客様が満室でちょっと下に。今日満室なんですか。はい、そうです。すごい。宿の予約自体はお電話だけ。電話だけなんですか。電話だけちゃんと埋まってるんですね。今日は多分。今日はたまたまですか。じゃあなおのこと YouTube とかでも基本電話と。はい、もうお電話で。そのさっきのクルーズも前川荘に電話をしてって感じですね。こちらが和洋室に。和洋室。一番広い。めっちゃいい。こういうなんか特別なものを使うだけですごい。亀甲竹っていうこういったこんなん見たことないっす。室の牡蠣に使うような小柱に、それが廊下にもあちこち使ってます。すごいな。めちゃくちゃいいやん。めっちゃいい。歩いて1分で海ですけど、うちからの眺めはもうお隣の家とかの前なので、それで内装ですね。なるほど。それでこういうちょっと内装をいろいろ凝ってるんですね。一つしかないので皆様大体こう貸し切り、女性の口段これをかけながら入っていただけるんです。全部貸し切りで入れるんですね。貸し切りで入っていただいてます。はい、ありがとうございます。一応総費の日天井貸し切りやのにめっちゃ人数が対応できるんですね。床に敷いてあるのもこういった赤い育てた竹をカットして敷き詰めてるっていう。なるほど。すごい。ちょっと失礼します。いいですね。本当高級旅館に泊まったみたいな。ちょっと入って大丈夫ですか。これは温泉なんですか。ラジウム鉱石をたくさん入れてまして、こんな感じでラジウム効能をいただいて。いいですね。素晴らしい。一応こっちも。外はもう本当に風を入れるだけで今露天風呂は使ってなくてですね。いずれはみたいな。作りまして、3回しかお湯をためてないんですよ。水漏れが分かって。そういうことですか。じゃあいずれはそれも治って。この白い石も特注して、紫外線を浴びてると夜になると光るんですよ。そうなんですか。綺麗でロマンチックなものを作ってもらったんですけど、結局はですね、もう眺めるだけになってます。でも使いたいですよね。そうですね。これはいいな。一応天井壁全部ヒノキなので、お客様すごい何度もお入りくださって。いやでもいいですね。いや本当にここって料金的にはどれぐらいで泊まれるんですか。今一泊朝食付きで11000円。1万1000円。でお食事ができるのが今いる。もちろん料理がすごく自慢なんですけど、料理人さんも8月から来れなくなって。そうなんですか。7月まで1泊2食で。なるほど。じゃあ1万1000円で朝食付きでこんなお風呂も使えるんですよね。いやそれだと全然いいっすよね。ちょっとした高級旅館に泊まってもこんな感じ。そう
ですね、実は館内にも、ファイテンっていう羽生結弦選手、はいはい、僕がつけてるようなやつですね。はい。とかいろいろありますよね、箱根駅伝で。はいはい。あの会社のエアをずっと流してたり、シングをそのエネルギー入れてるので呼吸がああ、そうなんですか。めっちゃこだわってるんや。お断りいただくだけで、もう細胞レベルで回復して帰れるみたいな。ただでさえこの島がめちゃめちゃ癒しの効果あるのに、宿もそうやってなるということですね。皆さん9時頃にはもう熟睡した朝までよく寝たっておっしゃるので、いやー、次来た時はここ泊まりたいですね。ぜひ、はい。ちょっとお食事が7月までなんで。あ、そうですね。それはでも今後の状況によってどうなるかも分かるんですよね。また次の人が見つかったとか。はい、見つかったらなんですけど、一応お泊まり、もしくはお泊まりと朝食でちょっと頑張って、私一人なんですけど。ああ、一人でやるんですね。そうなんです。すごいですね。なんか一人でやってる方が多いんですね、この島って。父とか従業員さんたちがもう去年までやってたんですけど。すごい。さあここをどうしようということで、私たちみんな嫁いでたので、ちょっと長崎にいた私が行ったり来たりしながら今営業して。あ、今も行ったり来たりしてるんですか。それは大変や。家族は長崎市内に。あ、そうなんですね。そうなんです。もう一人かお二人お泊まりいらしてもね、ここいなきゃいけないので。ああ、そうですよね。まだ今年は2回しか帰れてないんです。あ、そうなんですか。ああ、それぐらいずっと泊まってる人はいるっていうことなんですね。そうですね。観光の方とかお仕事で。いいものを見せてもらいました。いや、すごい頑張ってらっしゃる感が出てますね。はい。なんとかと思ってですね。もうホームページも何もないので。作らないんですか。無料でできるっていうところがあるらしい。はい、できますできます。お願いしようかと思ってあとインスタグラムで、父が亡くなって廃業してると思われてるので、ずっとやってますということをインスタグラムで今年ちょっとして、それを見た方からのご迷惑。ああ、なるほど。本当素晴らしいですね。僕のチャンネルってその大人な穴場旅行って言って、そのあんまりみんなが知らないとこを伝えるっていうから、まさにここそんな感じやなと思って、やっぱなんかご縁があるなと。はいはい。またね、ちょっと次来た時は泊まりたいですね。いや、本当ご縁だと思うんで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日やってきたスポットはですね、日之島の石塔群というところに来ました。どっから見たらいいんやろ。石塔がね、すごいこう積み重なってて、上五島の地域はかつてキリシタン、潜伏キリシタン信仰の地としても知られていますが、この石塔群はそれ以前、中世、近世初期の仏教文化を使える重要な遺構ですと。これはキリシタン関係ないですね。すごい、こんなんが残ってるんですね。これ仏教なんですね。この石塔の形状や刻まれた文字、模様が美しく時代ごとの特色を伝えていますと。主にお墓とか供養塔として作られたもので、五島の海上交通の奈良地区の繁栄や仏教信仰の深さを示しているということですね。で、普通に墓地もありますね、この横に。以上、日之島の石塔群でした。ここに日之島の石塔群のこと書いてますね。曲がり遺跡は砂礫や海流によって運ばれ形成されたトンボロという砂紙に営まれた中世から現代に及ぶ墓地である。読んでみてください。不明なんですね。この辺の歴史については不明の部分が多く、石塔群を検討した直接の背景を探ることはできないと。ただし日之島石塔群の主体をなす中央形式塔の在り方は九州さらには日本列島全域から見ても極めて得意であり、時期的に想定される和光の問題を考える上において重要な示唆を与えていると。なるほど。その反対側の海が美しいですね。ここでも泳げそうな感じですね。
ね、先ほどのクルーズでもなんかだんだんサンゴができてきてるみたいなことを言ってたけど、昔はなかったって言ってたけど、だんだんこの辺もそういうシュノーケリングとかするに最適な場所になってくるんかもしれないですね、温暖化の影響でね。秘境感あるビーチやな。ここもなんかすごいな。で、人がいますね。なんかいろいろ撮ってますね。貝とか撮ってるんかな。はい、素晴らしい景色なんでね、それを見ながらって言うても背中向けているけどな、皆さんに見てもらいながら、これですね、かんころ餅買ったんでこれいただきたいと思います。これは多分オーブンとか入れなくてもいいタイプじゃないかなと思います。上五島町の方が作ってるやつですね。風強いから気をつけなか飛んでいかんように。いや、気持ちいいな、こんなとこで食べれるの。かんころ餅いただきます。うまっ。いやー、めっちゃクルーズで崖とか登って運動したからな。めっちゃうまい。しかもこんな静かな環境でめっちゃいいやんこれ。ほんま癒される。癒しの島やな。次はこれですね。長浜ねるさんが食べてると言われる焼きりんご、僕もいただきます。うわ、あ、ちょっとやべ、なんかリンゴが漏れてきてる。うまそうですね。長浜ねるさんもこれ食べたいな。思い浮かべながらいただきます。これなんか外側のやつはなんか食べたことがある感じやな。何に似てるって言ったんやろ、絶対知らんと思うけど、白十字っていうケーキ屋さんに何やったっけ、高原ブッセやったかな、なんかそういうのがあるんですけど、それがこの生地に中クリーム入ってる感じになってる。多分絶対知らんやろうけどな、ほとんどの人がなんやねんそれみたいな感じで思ってると思うけど、僕は長浜ねるさんのことを全く知りません。同じですね、皆さんも。思い浮かべるとか言うてるけど、全くどんな顔なんかもちょっとネットで見たけど、もうおっさんになったらその若い人もどれも一緒に見えるみたいな、どれもって誰も同じように見えるみたいな、そんな現象が起こってますよ。どれがほんまの顔なんやみたいなね。うまっ。誰知らんけどはい、今日はね、明日奈良港から帰るので、その奈良港の近くにあるリゾートホテルですね。今日は民宿とか旅館ではなくリゾートホテルに今日は行きたいと思います。ちょっとね、いろいろ変化をかけて見てます。マルゲリータっていうところですね。奈良を海と空、丸と星、マルゲリータで、こちらで食事とかも全部したいと思います。こんにちは。こんにちは。すみません、お名前あ、森岡です。モーリーチャンネル。はい。おかけになってお待ちください。はい、ありがとうございます。はい、それでは208号室、今日宿泊させていただきます。オープン。かなり広いですね。おー、これが上五島にあるホテルなのかと思うぐらい面積も広いし、かなりいい感じですね。シンプルですけどね、シンプルでいい感じです。この床のタイルもいい感じですし、なんとここでも寝れるやんソファーが上五島にもあったんですね。いきなり登場ですね。そして奥にはベッドが2つ、はい、あります。これも寝心地が良さそうなベッドになってますね。これ何があるんや、なんか飴がありますね。そしてテレビですね。大きめのテレビがあって、その横に水がある感じですね。そしてシーリングファンが回ってまして、こういうビューはどんな感じ？ビューは奈良ビューですね。海が見えるとかではないですが、まあでもなんかちょっと夜綺麗な感じがするな。緑がいっぱい見れていいですね。でベッドサイドには若干デスクっぽい
なんか荷物置きみたいなのがあるけど、別に椅子があるわけじゃないので、ここで仕事をするわけにはいかないって感じか。ソファーでやる感じですね。はい、そしてこちらを開けるとハンガーですね。ハンガーが6つあって、この辺りは普通のリゾートホテルにありそうなものが全てあります。はい、そしてこっちは反対側、はい、こちらを開けると、これは何だ、貸し出し用のなんかショッピングバッグみたいなのありますね。これがあれか、大浴場行く時に使う袋かな。でセキュリティボックスがあって、冷蔵庫あります。そして反対側に大きめの鏡があって、ここから洗面所もかなり広いですね。これ電気全部これなのか、まだありまして、こんな感じでなかなかおしゃれな、シンプルだけどおしゃれな洗面台になってますね。アメニティがすごい。アメニティなんかめちゃめちゃ豪華にあるじゃないですか。バスソルトもなんとこんなバスソルトなんや。粉みたいになってるんじゃなくて、本当に岩みたいなやつなってる。それ何これ、なんか入ってるけど、何これ、これはなんかローションとかこう全部まとまって入ってるんや。この順番でやってくれみたいな。ちゃんとヘアキャップ、歯ブラシ、櫛、カミソリとか全部あるのいいですね。ドライヤーもあります。あとでちょっと中開けますね。でこっち浴室、大浴場があるんですけど、この浴室だけでも結構いいですね。リゾート感ある、ヨーロッパ感ある。なんか不思議な、こんなデザインあんま見たことないけど、でも海外とか行ったらありそうみたいな。まさにリゾート感あるな。そしてデカデカとした浴槽もあってめっちゃいいですね。このレインシャワーもなんかでかいな。いい感じ。レトロ感もありますけどいいっすね。十分ですね。でタオルなんかも用意されてますし、スリッパもふかふかなスリッパもある。ドライヤーは鉄コム製です。はい、そしてここを開けると館内着入ってますね。こんな感じの館内着が入ってます。そしてここを開けるとケーブル類ですね。モバイル充電のケーブル類が入ってるのと、鏡ですね。鏡とかアクセサリー類を置くケースですね。これは地味にいいですね。テレビのリモコン、こちらも、コップとかグラスとかコーヒーとかいろいろありますね。そしてマルゲリータ、やべオリジナルブレンドドリップパグカフェがありますね。はい、トイレ取るの忘れてました。こんな感じですね。トイレもなかなかデザインが素晴らしい。はい、今6時55分でね、まだ明るいんですけど、今7時10何分がね夕日の時間なんで、この八ヶ目から夕日を見ようと思って来ました。で八ヶ目っていうのはなんで八ヶ目っていうんやというと、生湾っていうかの入り口に位置する八ヶ目は平戸から五島の西目の海上航路の目標になっている。この地は古くから生湾に侵入する外敵の見張りのために矢で固めたと、矢守備兵で固めた、このことにより八ヶ目の地名が残されていると。で中世末期の停泊港とも知られ、いろいろ書いてますね。八ヶ目の夕日は大変美しい景観であるということですね。なんかさっきもね横からちょっと見えてて結構綺麗な感じだったんですよ。それでは行きたいと思います。あそこの夕日の色が重なっていい感じですね。はい、それでは上がっていきます。今日は階段とかないと思ったのに、結局島旅はこの階段がつきものですね。体鍛えとかないといけない。島旅をやることで僕はキープできているのかもしれない。おお、すごいでかっ。まさに八ヶ目や。素晴らしい。そしてこの八ヶ目から見る夕日が最高すぎる。これは素晴らしい。奇跡起きた。やりましたね。早速撮影の準備するわ。
はい、ここの食事をしに行きます。海と空、丸と星。上五島の芋焼酎いろいろありますね。5つ星をビールの後に頼むことにしました。まずはビールきたー。真ん中のお魚がカサゴになっておりますね。でこちら下の方がマグロの中落ちと皮付きのお魚がイサキになっております。上の方がサザエと最後にこちらヒラマサになってますね。でですね、ヒラマサとか白身のお魚にこちらお塩が上五島で使われている八ヶ目のお塩になっておりますのでお使いください。こちらがですね、イカの煮こごりです。こちらがクジラベーコンですね。上にネギと酢味噌をかけております。こちらがですね、五島豚のシューマイになっておりまして、こちらがですね、マグロの握りになっておりますね。こちらはイカの炙りですね。上にイカの炙り。はい、それではまずはビールからいただきたいと思います。薄張りのグラスでまた美味しいですね。いやお作りも豪華やし前菜もうまそうやな。煮こごりですね。いただきます。これは濃厚でうまっ。ビールにも合う。かまぼこもうまそうですね。なんかちょっと色が違う。かまぼこもこっちで作ってるんかな。福江とかは作ってましたよね。かまぼこも濃厚。うまい。イカの炙り。うまいですね。ベーコンですね。クジラベーコン。これは素晴らしいですね。やっぱ食も素晴らしいですね。長崎離島全般的に。これもいただいてみよう。シューマイですね。肉は切る。これお寿司。めっちゃうまい。今日昼ね寿司食べに行こうと思ったら空いてなかったんだよ。これはもう芋焼酎いきますか。5つ星原酒ロックがおすすめっていうことなんでね。で五島灘酒造マルゲリータと同じ中通島にある五島列島初の酒造ということですね。島で収穫されたさつまいもだけにこだわり丁寧に焼酎を製造しますと。さつまいもを蒸した時のほっこり感や落ち着いた優しい香りを表現しており、男女問わず楽しめる味わいを生み出しますと。そういうのを聞いてから飲むとまた味わい方も変わりますね。その5つ星とともにお作りいただきたいと思います。次はちょっと刺身いただきます。楽しみですね。どれからいただこう。どれか忘れて、何が何か忘れたから、そこいただきます。で、白身だけ八ヶ目の塩でいただいたらいいって言ってましたね。これも白身なのか。どっちでもいいでしょう。うまっ。そして5つ星いただきます。これはきますね。これでチェイサーで結構度数が高いですね。35度ぐらいあるんか。5つ星原酒。これ島内限定なんやって。島内限定、数量限定でその年の天候、芋の生育具合により仕込み方が異なる年替わりの焼酎と。焼酎としては36度と度数は高いですが、飲み口はよく島のお料理とよく合いますと。確かに。かなり度数は高いですけど、やっぱほんのりこう芋を感じますね。芋を感じるし、風味がいい味わい深いお酒になってますね。ただお酒割り方はちょっときついかもしれないですけどね。うまいことチェイサーで飲んでもらったらと思います。はい、じゃあ白身を八ヶ目の塩でいただきます。僕も買いましたもん。うまい。最高ですね。でサザエ。一つ一つ間違いないな。ちょっとマグロの中落ちも気になる。マグロってほんとどこでもありますね。でも色がすごい鮮やか。うまい。マグロうまいですね、ここ。
さっきの寿司もマグロ美味しかったし、釣れるんかな、養殖してんのかな。対馬では養殖してましたけどね、黒マグロ。とヒラマサ、ヒラスですね、八幡の塩で。いただきます。最初はきついと思ったけど、なんかだんだん美味しくなってきた。素晴らしい。グリーンピースですね。じゃあ翡翠湾いただきます。スープスープも美味しい。グリーンピースって言ってたけど、そんな感じじゃないな。いや、僕ほんとこの上五島に来る前に超高級宿の動画撮ってきてるんで、結構舌が超えてきたと思うんですけど、全然負けてないですね。やっぱり素材がいいんでしょうね。で、タイのつくね。これもめっちゃふわふわでうまい。ご飯すごいですね。まあご飯ってなんかね、リゾートホテルってなんか普通ビュッフェみたいな感じだったりするけど、めちゃめちゃ高級ホテルみたいな、しっかりしてるわ。めちゃめちゃうまい。これはなんかお酒が進む味とかじゃないけど、普通にこれ単体でめっちゃうまい。濃厚で食感も柔らかくて、もう本当になんか20万円の旅館とかで出てきてもおかしくない。それぐらいしっかりしてる。ホッとするわ。マグロがめちゃくちゃうまいから、調べたらやっぱ養殖してるみたいですね、この上五島でも。対馬とかでもね養殖してましたけども、めちゃめちゃうまいっす。オールシーズンやっぱ美味しいマグロが食べれるっていうのが養殖って聞いてたんでね、まあ、ただやっぱりその一番いい時期の大間のマグロには勝てないみたいなことは言ってました。いや確かに青森、僕は大間のマグロはまだ食べてないけど、大間のマグロと同じマグロが大間じゃないところで上がった深浦マグロとかね、そういうのは食べましたけど、めちゃくちゃうまかったもんな。あれも青森のね、奥津軽の動画とか、僕の青森の動画見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃめちゃうまかった。いや、それにも全然引けを取らない、素晴らしいと思います。揚げ物いただきます。平すずきね、タルタルソースみたいにつけて食べます。サクサクホクホクでうまい。これも全部に合う。素晴らしい。今回2泊3日にしたけど、本当になんかグルメだけをこう目的にするんだったら、いろんな宿にご飯目当てで泊まるみたいなのがいいかもしれないですね。いろんな楽しみ方できる。もうちょっと暖かくなったら泳いだりするのもね、いいかもしれないですし。今何気なく大根かと思って食べたらレモンやった。レモンあげるんや。びっくりしたけどうまいな。ほんまに食べるんやったんかもちょっと謎っすけどね。絞るやつやったんかもしれん。いやでも何も言われなかったから食べるやつを信じたい。まあ食べれましたけどね、普通に。皮とか種もなかったから。タルタルがうまい。もんそのまま食べてもいいぐらい。今レモン食べちゃったんですけど、そういうためのものなんですよ。絞ってもいいし食べてもいいみたいな。なんかちょっと上がってたから、はい、ちょっと焼き入れてます、ね、よかった。間違えたことをしたんかと。いい人どっちでもいいと。人生と一緒っすね。はい、はい。でこれはねちょっと2人分の方が見栄えがいいということで2人分見せてもらってます。この牛は内側にもも肉になりますね、五島牛。あ、五島牛なんですね。でも内側のちょっと柔らかい。これはインパクトあるわ。でだしがあるんですけど、最初はこのまま食べてもらって後からだしを入れると。ローストビーフ丼みたいになってるのかなこれ。あ、ローストビーフだけか。でもご飯って書いてるな。牛の土鍋ご飯って書いてるから、五島牛のローストビーフ丼みたいな感じになってますね。じゃあまずそのままいただいてみましょう。五島牛のローストビーフとかめちゃめちゃ贅沢や。でもなんか紙には牛土鍋ご飯としか書いてないから、もしかして五島牛じゃなくてなんかちょっと安いところ肉使ってんちゃうみたいな感じで思ったけど、そんなわけないですね。さすがです。そら五島牛だな。五島牛だったらもう間違いないです。絶対うまいです。もう食べる前からわかるみたいな。いただきます。これはすごいな。
めちゃめちゃ甘いし柔らかいし食感もちょうどいい。これはちょっと今年食べた食事の中でベスト3に入るな。それくらいうまい。やっぱ素材がいいって大事ですね。いろんなねホテルとか旅館がいろいろ考えて美味しい料理作ってますけど、結局素材が素晴らしいとそれを全部なんかぶち壊しちゃうみたいな。で五島は素材もいいのにそこに趣向を凝らしてくるから勝てないですね。僕の動画でも一緒なんですよ。取った取れ高がいまいちだったらそれをいくら編集で料理しても限界があるし、でもやっぱもう動画撮った段階からめちゃくちゃ面白かったらもうやっぱ無限大の面白さになるんですよね。一緒っす。何と比べてんみたいな話やけどめちゃめちゃうまい。これ食べるためだけにここに泊まるのもありっすね。ひつまぶしみたいにしていただきます。これも絶対うまいでしょうね。湯布院のとこでもなんか食べましたよね。それもうまかったけど、もう素材がいいともう別格っすね。僕が動画書いてもキムタクに勝てないと似てますね。とはいえそこから別の魅力を出していくっていうのは別の話ですからね。マイナスな話ではないですよ。うまっ。越長南市新上五島町で収穫された黄金戦艦のみを使用して仕込まれた本格芋焼酎、3年以上貯蔵熟成した原酒、果実のようなフルーティーな香りとしっとりとした舌触りが特徴。さっきの黄金戦艦って言ったら黄金戦艦っていうらしい。マジでこの肉土鍋無限に食える。これは食べに来てほしいな。だから今回僕2泊したけど3泊いりますね。1泊目昨日泊まったね旅館泊まって、で今日はこのマルゲリータ泊まって、3泊目に今日紹介した旅館前川旅館でしたっけ、そこ泊まると一番いいですね。皆さんぜひ3泊で来てください。エリアも違いますからね。はい、越長南市いただきます。原酒。確かにフルーティー。なんか芋って感じがしない。芋なのに芋っていう感じはなんかやっぱ分かりますよ。意識してるから。でも芋がこんなフルーティーになるんやみたいな。でそれでいてしっかりとやっぱ原車でもお酒感じる。これ何度とは書いてないけどね、結構あると思いますよ。これも多分30度ぐらいあるんじゃないかな。与那国島でね花酒60度でしたっけ飲みましたけど、そこまでの原液感はないですけど、ちょうど美味しく飲めるアルコール度数って感じ。いやーうまいな。びっくりしたな。ちょっとリゾートホテルでやっぱここまでご飯が美味しいってないんじゃない。いや普通に高級旅館、なんかもうそのご飯が売りの高級旅館よりも上っていうレベルのうまさですね。これは素晴らしいわ。福江島もそうでしたけど、五島列島自体がもう食の島ですね。食の島だけど絶景もめっちゃあるしみたいな。壱岐もそうですよね。壱岐も対馬もご飯うまい。長崎離島すごすぎる。でまたいいのがこの長崎離島からまた長崎に戻ってまた長崎に泊まってご飯食べて、長崎もうまいからもう太るしかない。それではもうあとちょっとありますけど、あとは楽しませてもらいます。柏餅とお茶です。じゃあ柏餅いただきます。柏餅とか久しぶりに食べたな。けどね、この柏餅もこの葉っぱを外して食べるっていうのも僕は当たり前にやりますけど、やっぱこれもねインバウンドの人だったら当たり前じゃない可能性はあるんでね、気をつけないといけないですね。そのまま食べられる葉っぱとかもあるし、食べられる花があったりとかね。さっきのレモンも一緒ですね。いやー最高でしたね。ここは押せる。ネルさんと共に押せるな。全然知らんけどな。はい、それでは朝食こちらでまたいただきます。はい、このロケーションでご飯いただきます。今日の夜は全く何も見えなかったですけど、朝食の時はいい感じですね。ちょっと今日は曇り空って感じですか。こちらも2人分の方が見栄えがいいということで撮影用に持っていただきます。甘夏のジュースと五島椿茶。ご飯のお供になります。こちらからとろろですね。あさりと昆布の佃煮、なめろうと明太子、かつお節と最後に生卵になります。朝食はこんな感じですね。
めちゃめちゃいい感じです。そしてご飯のお供がたくさんあって、この景色で食べることができます。いただきます。目覚めの一杯。この甘夏もここのですね、甘夏サワーとかもあったので素晴らしい。これいろいろご飯のお供用意されてるけど、ご飯のお供がなくても十分このサバとか味噌汁だけでご飯いけちゃいますけどね。一体何倍ご飯食べさせようとしてるんやっていうぐらいですね。サバもうま、とろっとしてる。田村ボタン押す前に明太子食べてしまったけど、うまい。うまっ。うわ、これ明太子だけでもご飯茶碗一杯いけそうだな。やばいな。なめろうとか沼津とかでね食べましたけど、そんな上五島でもあるんですね、なめろう。うまっ。ご飯が進むというか、朝からお酒が飲みたくなるな。ありがとう。同じお茶ですか？はい。はい。こっちがほうじ茶に。こっちはほうじ茶。ありがとうございます。飲んでなかった。椿茶。五島椿茶ってか。五島といえば椿ですね。いろいろ旅してるとね、なんか他にも椿が割と売りな場所があるっていうことを僕知ってね。どこやったかな、伊東温泉かな、伊東温泉かどっかでも椿が有名でしたね。結構ね、いろいろ旅してるとなんか繋がってきますね。こういう気候でこういう地形だから、これが売りなのかとかね、点と点が線に繋がる瞬間ってありますよね。皆さんもね、人生と一緒ですね。なんか一つ一つがね、なんか意味のないことしてるようでも、あるところで急にみたいな、急にひらめいたみたいな感じで、それが全部つながって一気に開花するみたいな。椿とかけてるわけじゃないですよ。そんなことを朝から学べるんですね。半端ないな。とろろいただこう。とろろもこのやつなのかな。ご飯も土鍋で用意してほしいぐらい。ご飯の代わり無料なんかな。ちょっとそれ聞いてなかったな。大切に大切にご飯をいただいてるけどね、もう完全になくなりそうや。ちょっとあとは楽しませてもらいます。もう頭はまだ回転してないんで、朝食しっかり食べて楽しませてもらいます。はい、カトリックキリ教会っていうところに来ました。ここからね、景色も綺麗ということでやってまいりました。で、教会自体はこちらですね。本当にたくさんの教会があるんですね。こんな感じの教会になってますね。そしてここからの景色は綺麗だと。おお、確かに。ああ、いいね。色もいい。ちょっと今日火は出てるけど、ちょっと曇り気味なんですけど、それでもやっぱり美しいブルーが、エメラルドグリーンって言ったらいいかな、やっぱ見えますね。そしてこのなんか木々が美しい、いろんなグラデーションの緑があって、これはなんかやっぱこう長崎離島ならではの景色なんじゃないですか。沖縄系だとやっぱこういう緑じゃないですよね。やっぱそれぞれに微妙に見栄えが違うというか、いいっすね。あの辺も綺麗。透明度すごいな。あれもいいね。ここ降りると美しい。蜂。やばい。蜂苦手なんや。やめて。怖い。いや、こっち見た、こっち。あかん。蜂苦手なんですよね。なんやねん。向こう行ってくれや。あかんって。行った。怖い。危ねえな。アブか？アブだけに。いや、アブだけ危ねえだけに。綺麗。いいっすね。ちょっとハプニングはありましたが、この景色をすんなりは見せまいと、こう神が試練を与えてくれたんですかね。美しい。
はい、ここが高い旅海水浴場になってますね。で海水浴場なんで、なんかシャワーとかね、トイレとかもしっかりありますね。どっから入ったらいいの？あっちかな。でも同じ上五島でもね、もともとはこの上五島って合併してなかった状態だと、この奈良尾っていうのはすごい人が少なかったんで、ここは本当になんか離島感があるというか。でも上五島全体でいうとやっぱ人口が 1.5 万人いるんで、それなりに町だと思うんですよね。だから町的なことも楽しめるし、ちょっとこう南に下ってこう奈良尾まで来れば、もう本当に人口の少ない離島を味わえるみたいな感じですね。もうやっぱ学校とかもなくなっていったりとかね、小学校とかも1学年2名しかいないとかみたいな、本当に離島みたいな感じです。おー、手つかずのビーチって感じ。結構波が今日はありますね。今日ジェットホイールじゃなくてフェリーで帰ろうと思ってるんやけどな。揺れるんじゃね？どう？大丈夫？いいっすね、こうやって気軽に海があるっていうのは。おー、なんか湧き水みたいなのがあるぞ。いいな。おー、すごい。湧き水が上から落ちてきてる。山からの恵み、素晴らしい。なんか朝顔っぽいのが結構咲いてますね。こんな海に朝顔咲くんや。面白いですね。そして謎の足跡も結構あるんですよ。これなんや？ここにも謎の足跡あるし、こっちの方にもなんか謎の足跡。これはまあ人間ですけど、ほらほらほら、これとか怪しいっすね。これは怪しいぞ。謎の生き物歩いてますね。はい、それでお昼ご飯食べに行きたいと思うんですけど、おっと、ロッククライミングできるやん、あそこ。めっちゃ短いけど。何これ、めっちゃ貝殻飾ってる。なんと、ここでご飯食べようと思ったら、都合のある5月17日から15日まで休ませていただきます。今日5月15です。マジか。ちゃんぽんが食べれるはずやったのに、桃源無念です。マジかよ。15日まで休むパターン多いな。なんかあるんかな、12から15まで。ほぼ俺の予定やんけ。5月12から15と。はい、他にも空いてるところがないか探してみたいと思います。空いてなかったらね、五島うどんのお店は空いてそうだったんですよ、車走らせてる時に。でもまあ1日目に食べたんでどうかなと思ったんですけど、最悪はもうそこっすね。皆さんにね、ああいうお店があるっていうことはお見せできたんで、僕としては役割一つは果たしてるんで。この辺もいいっすね。なんかほんと静か。店があるのかないのかもわからん。ガレージとかもある。なんか一棟貸しの宿とかもさっきありましたね。まあ家が余ったりしてるんでしょうね。こっちの方かな。こんにちは。ご飯食べるとこ探して。ごとうどんの店行ってきます。カレーとか、はい。単品もあるけど。ああ、わかりました。ちょっとじゃあ行ってきます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいですね。いろいろ教えてくださって。でもなんか永遠に話が続いて、ちょっと動画尺が20時間ぐらいになりそうだったんで、ちょっと早めに切り上げようとしてしまったことは申し訳なかったです。ありがたいですね。いやでも本当おじいちゃんおばあちゃんが多いな。はい、それではうどん屋さんに行きたいと思います。コインランドリーとかもあるな。エネオスもあるし。医療センターもある。バスもあるんですね。バスは1日に5本とか2本とかも、青方の方には2本しか行かないですね。薬局があるな。ありがたいですね。もつ鍋圭介っていうのもある。もつ鍋やってんのかな。
しました。五島うどん奈良を。びっくりした。昨日が定休日やったんや。危ねえ。今ね11時48分なんですけど、またこれで全員いなくなりましたね。昨日のお店も11時半に行ったらもういっぱいになって、僕がご飯食べる時間が12時過ぎぐらいにはもうほとんど誰もいないみたいな。こっちの人はなんか早いんかもしれないですね、昼が。だから意外と普通に12時とかにご飯食べに行ったら混んでるかなって思うけど、意外と混んでないみたいな。まあ今来てる方いらっしゃいますけど、なんと今このなんか本みたいのがあって、グルメガイド、ここの一番人気カツ丼でした。ごぼ天頼みました。あ、でもカツ丼親子丼にした。親子丼にしてしまったな。親子丼セットにしちゃった。カツ丼が良かったな。もう無理やろな、さすがに。大丈夫ですか？すいません、ありがとうございます。帰れました。奇跡。嬉しいね。大都会とかやったらもうなんかめちゃくちゃ嫌な顔されて、そっからもう気まずい雰囲気になりそうやのに、心よく帰ってください。準備はしてたらしいんですけどね、やっぱりね、こんなん見ちゃうとちょっとカツ丼行きたくなりますよね。親子丼の名前なんか全く入ってないんで、ごぼ天はまあ普通にちょっと食べたかったんでね。なんかどっかでね、ごぼうがなんかこういう僕みたいなアトピー体質がいいみたいな感じ聞いて、ごぼうも積極的に取っていきたいなみたいな感じを思ってるだけですけど、何がほんまか分かります。ごぼう天とミニ五島うどんなんですけど、本当に2人分頼んだみたいな感じになっちゃってますけど、一応セットなんですよこれ。きた、カツ丼うまそう。はい、それではね、いただきたいと思います。まずうどんから。名物はね、2度食べてもいいと思います。一つの旅で。これ僕勝手に今決めましたけど。なんか12時のチャイム。何の曲かちょっとわからんかったけど、いいっすね。なんかすごいちゃんと消毒してましたね。なんか離島に来た方がまだなんかコロナ対策みたいなのしっかりしてる感じしますね。ごぼうもね、合うな。ごぼうと五島うどん、ごぼううどんみたいになりそうですね。うまい。ちょっと熱いうちにカツ丼食べよう。全然ミニじゃないけどな。普通にこれで都会とかやって売られそう。いただきます。うまい。これで食べた方がいいな。卵が美味しいっすね。卵も米もうまい。肉もうまい。当たりっすね。これどこで食べてもうまいな。なかなかお店見つけるの大変やけど、うまい。外れないわ。素材がいいですね。本当に僕今日 X とかでも言ったけど、知ってほしい。都会のね、高級店でも、まあ確かに美味しいですよ。でもそれを超える、やっぱうまさはこの長崎離島にはありますよ。どこも美味しかったもんな。福江島も美味しかったし、壱岐の島も美味しかったし、対馬も美味しかった。そしてこの上五島の。で、まだ行ってないところ。なんか上五島の人はみんなもう11時ぐらいに食べて、12時からはそんな来ないんじゃないかと言ったけど、もう今12時26分ですけど、ほぼ満席になりました。早く僕も出ようと思います。はい、奈良をこうターミナルやってまいりました。で、今回はジェットホイールではなくフェリーで帰ろうと思います。理由はですね、別の乗り物を試したいっていうのと、ジェットホイールだと午前中になんか2便あって、あとは夕方になるんですよね。で、僕はちょっと夕方ぐらいまでに長崎に戻って動画編集やりたいと思ったんで、それだったらフェリーがちょうど1時半ぐらいから出てちょうどいい時間なんで、時間的にはジェットホイールが1時間ぐらいでフェリーが2時間ちょっとなんで、まあまあフェリーでもね仕事しながら行けたらちょうどいいかなという感じです。
こですね。長崎離島上五島の旅2泊3日今終わりになります。皆さんの目にはどのように映ったでしょうか。いや本当にね、今回天気にも非常に恵まれまして、今もねかなりちょっと晴れてきましたけども、今日の朝ぐらいがちょっと天気悪くなったかなっていうぐらいで、非常に素晴らしい旅ができたと思います。で最初にね到着したのが有川港で、その周辺からスタートをして、終わりはこの奈良港で終わるという、その上五島の中でももともとは別の地域だったところをあらゆるところ回って、100% 完璧ではないですけど、ほぼほぼ見どころは制覇できたんじゃないかなと思ってます。で今回も本当に驚いてるのが、やっぱ長崎離島の魅力凄まじいなと。まだまだ多分行ったことがない人が多いこの長崎離島、もう今まで福江島、そしてこの上五島、壱岐島、対馬と行きましたけども、どれもちょっとレベルが違いますね。その総合力で言って、その海も綺麗だし、ご飯もめちゃくちゃうまいし、絶景めっちゃあるし、人の優しさもずば抜けてるし、穴場感も素晴らしい。それなのに全然その良さがまだ知られていない。いや今回も上五島楽しみにしてたんですけど、いやレベル違いましたね。特にクルーズで行ったキリシタン洞窟でしたっけ、それもね本当に素晴らしかった。もうなんかホームページとかなんかポスターとかで見る写真だけだと、なんかそんなに十字架があるぐらいみたいな感じで思ってたんですけど、めちゃめちゃすごかった。もう自然の神秘まで味わえて、もう離島感をはるかに超える、世界的に見てもかなりレベルの高い絶景が見れました。これはねぜひ体験してほしいですね。もうマストですね。で今回お世話になった前川旅館さんね、あそこ今度泊まってみたいと思うし、そこがやってる瀬戸潮っていう船に乗ってぜひ行ってもらいたいですね。めちゃめちゃ対応も良かったし、おすすめできます。そして今回泊まった永田旅館さん、そして今回泊まったマルゲリータですね、もう本当に素晴らしかった。ご飯も本当に美味しかった。旅館のご飯にしてよかったなと思うし、このホテルのご飯にしてよかったなと思う。このホテルのご飯も、いや僕ちょうどね超高級宿に泊まってきたばっかりなんで、それに引けを取らないとんでもないクオリティ。本当に今年食べたご飯の中でベスト3に入るともう断言できる。 X とかインスタグラムでもうそれ言ったんですけど、もうそれぐらいのレベルでご飯も素晴らしかったですね。それなのにやっぱちょっとずつ寂れていってるんですね。もう行く時にね2万人超えてたのが一気に7000人ぐらい減ったみたいな情報ありましたけど、ちょっとその辺はあやふやですけど、かなり急速に人口も減ってきてるみたいで、特にこの奈良尾周辺は学校もね合併になったりとか、もう昔あった店が全くないとか、病院があったのに潰れてるとか、そういう話も聞きました。いやこれは本当にね、今のうちにこの魅力を僕もできるだけ発信して、気がついたらめちゃめちゃ観光で潤ってる街になるみたいなことになってほしいなって思うぐらい素晴らしい資源がたくさんあると思います。ぜひ皆さんもね行ってみてください。僕もねこんだけ YouTube もう6年半ぐらいして行きたいと思いながら、ずっと行けてなかった場所が、その一つがこの上五島なんですけど、やっぱ素晴らしかったですね。ぜひ皆さんも行ってほしい。もちろんね人気なその離島とかもいいですよ。それも別に悪いとは言いませんが、今回僕も撮影に行ってほとんどの場所が僕しかいませんでした。あんなに素晴らしい絶景見れるのに、あんなに素晴らしい海が見れるのに僕しかいない。そのクルーズもそうですよ。クルーズも誰もお客さんがいなくて、僕電話して急遽やってもらって、もう貸し切りみたいなもんですよ。あんなんありえないですよ。あんなん人気の観光スポットだったら毎回ぎゅうぎゅう詰めで船に乗らないといけないみたいな、それぐらいのポテンシャルを秘めた素晴らしいアクティビティなので、ぜひ体験してほしいですね。で本当にいろんな離島とか隠れキリシタンの歴史とか、僕はそこまで詳しくないですけど、やっぱりもともと住んでる人がいて、そこに隠れキリシタンの人が来て文化を育んでいったみたいなところもやっぱ教会とか見てると見れるし、そんな面白い場所他にないので、ぜひ皆さんも来ていただければと思います。最高な旅でした。まだね他にも今回本当は全部行こうと思ってたんですけど、他にもまだこの五島列島島あります。今後そこも巡っていきたいと思います。めっちゃ楽しみです。長崎離島絶対チェックしておくべきです。下手な高級料亭とかその都会にある行くんだったら、そのお金持って長崎離島来た方がうまいもん食える。これ間違いないです。ぜひ行ってみてください。こんな売店もあるんですね。福江島で飲んだご当地も売ってますね。ここでフェリー乗り場は2階から乗るみたいですね。ジェットフォイルが1階と、万葉っていう船なんですね。
頑張って手紙を。お、すごい。左輪っか荷物置き場でお願いします。バリアフリー客席とかあるんや。あ、これ普通の客室なんですね。この辺適当にもうみんな寝てるな。フェリーはこうやって開放的な空間があるのもいいっすね。さあ出発しました。最高でした。いやー、まだゆっくりしたいぐらい癒される旅でした。ありがとう、神音、最高だったよ。また来るね。いや本当にね、何度も言いますけど、こんなに素晴らしいのにここまで来たことがない。それはもったいなさすぎます。まさに一生に一度は行くべき島だと思いますし、いや何度も訪れても何回訪れてもその素晴らしさに感動する素晴らしい島だったと思います。ぜひ皆様も行ってみてくださいね。そしてこの後も長崎の飲み歩き続きます。楽しみです。いかがでしたでしょうか。いや初めて行った上五島、いや本当にここはね、ご飯も素晴らしく美味しいし、絶景も知られざるところがたくさんありすぎて、いやこれこそね大人の穴場旅行先だと思いました。ね、人口がどんどん減ってるそうですが、本当に観光で盛り上がることで復活してほしいなと思いました。ぜひ皆様も行ってみてください。このような動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様のいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは言えない旅の裏話や近況報告などを毎週ノーカットでさせていただいております。メンバーも続々増えておりますので、皆様の参加もお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュック、モーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでね、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらが好きな方をどうぞ。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。